はい、フュージョンクイジーンですが、今日は珍しくですね、日本人の皆さんでしたら誰しも気になっていると思いますけど、このニュースです。そうです。米の値段が最近高騰してますよね。もうね、2キロで4000円以上とかめちゃくちゃ高くなってますけど、その中で、このカルローズ米、最近出てきたね、このカリフォルニアから輸入されてきた、これは値段が少し落ちます。2キロあたり3800円、3900円ぐらい。ネットで見たらですね、3000円切ってるやつとかもあって、割と安い感じなんですよ。あんまりそもそも人気がないってのもあって、というのもですね、日本人が普段食べているジャポニカ米のアミロースとアミロペクチンっていうこの2つの澱粉の割合がですね、アミロースがだいたい15から20%ぐらいなんですね。で、これが炊飯用ですね。普通に白いお米として皆さんが食べてるやつはだいたいこれぐらいの割合なんですけど、それで1993年、私が生まれた次の年ですね、私1歳の時ですけど、その時に冷夏で米不足が起きた時に輸入されたタイ米。これはインディカ米ってやつなんですけど、アミロースの割合が高いんですね。この 25% 以上っていうんですかね。それぐらいになってくると、だんだん食感がですね、硬くボソボソした感じになります。インディカ米はそのまま直接食べるよりは、インドもそうですけど、ビリヤニとかにしたりとか、油と絡めた方がね、美味しくなるみたいな、そんな話もありますよね。カルローズ米はですね、ジャポニカ米と比べると、もうちょっとだけ高いみたいです。20から25%ぐらいですかね。なので、それもあってですね、要するに食べてみると、我々が普段食べているお米と比べると、ちょっとだけ硬い、ボソボソしてる感じになるんですよね。ですので、でんぷんの性質を考えると、カルローズ米もインディカ米みたいな感じで、ピラフとか、チャーハンとか、そういうのを作るのに向いてるのかもしれないです。ここで一つ面白いメリットというか、そんな話なんですけど、カルローズ米はジャポニカ米と比べると GI 値が低いです。日本人でね、お餅が好きな方は大変多いと思うんですけど、このお餅の澱粉はですね、アミロペクチン 100% です。なので、やっぱり急激にね、血糖値が上がりやすいんですね。お餅たくさん食べると太るって言いますけど、それを考えると、カルローズ米は逆で、アミロースの割合が高ければ高いほど GI 値が低いので、食べても太りにくいとか、血糖値上がりにくい、糖尿病になりにくいみたいな、そんなメリットもあります。でもしかしながら健康への懸念点もありまして、そのうちの一つがこれです。ヒ素の問題。カリフォルニアはですね、どうやら土壌に何らかの理由で、具体的に何が原因なのかってちょっと分かってないんですけど、ヒ素が含まれてるらしいんですね。で、それが穀物とかに蓄積すると。で、白米の場合は玄米と比べると少ないので、我々が手に入れられるカルローズ米は大体白米なんですけど、そこまで多くはないけど、微量にやっぱり含まれてはいるので、気にする方は気をつけた方がいいかなって感じですかね。あとアメリカ産の農作物はポストハーベストって言って収穫後に農薬を振りかけたりするんですけど、そういう問題もあったりします。なので総合して考えるとですね、その辺のメリット、デメリットを考えながら消費者の皆さんも慎重にね、選んでいただくといいかなって、そういうふうに思います。